ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風祭りタイニーデスクコンサート、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回はですね、たくさんリクエストをいただいたタイニーデスクコンサートジャパンの藤井さんの歌声、こちらのリクエストにですねお答えしていきたいと思いまして、1曲1動画で公開していきたいと思います。まずはですね、今回の祭りでいきたいと思います。順次他の5曲もですね動画公開していきますので、ぜひ皆さんお付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回祭り歌声分析したんですけれども、いや鬼のような歌声でしたね。やっぱりライブならではの歌い方なのかなっていうふうにも思いましたし、ライブだからこそ使ってるのかなっていうふうに思えるようなテクニックもありました。何はともあれ藤井さんの歌声は鬼でした。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということでですね、それに伴い今まで鶴さんのボーカルルームで公開した藤井さんの歌声分析動画をまとめた再生リストというものを作りました。今回の動画を見て他の動画も気になった方はですね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらチェックよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風祭りタイニーデスクコンサートジャパン歌声分析 GO!もうこっから始まってるってことですよね。藤井さんの姿は見えてないですけど、このピアノの音は藤井さんのピアノってことですよね。まだこの段階だと最初のオープニングの BGM なのかなっていう可能性もあるんで、今ねこんなこと言っちゃってるわけですけど、あ、やっぱりほら、かっこいいちょっと待って、めちゃくちゃピアノかっこいいんですけど。うわ、これはね、歌声分析できるかな。なんか、ライブでしょ？テンション上がっちゃって、感情が先走っちゃうんじゃないかなっていう今の段階の予想。ちょっとね、気をつけなきゃいけないですね。歌声分析頑張りますよ。うわ、かっこいい。あ、今のピアノの音階はですね、ペンタトニックスケールっていう音階で早速歌声分析じゃなくて音楽理論解説になっちゃったんですけど、今言ったペンタトニックスケールっていうのは和風な雰囲気がする音階なんですよね。僕が一番好きなフレーズの良さが分かりやすい音階です。いやー、もうさっきからかっこよすぎて鳥肌がやばいんですけど。あ、バンド行くよっていう目線ですかね。藤井さんが今後ろ向きましたよね。バンドになったらどうなるんだろう。やばいね。もうテンションがもう最初からマックスですよ。いきます。わ、かっこいい。ダメだ。かっこよすぎる。そして笑った藤井さんが何たるイケメンなんでしょうか。めちゃくちゃかっこいいですね。なかなか歌声分析いかないですね。イントロがかっこよすぎて進めない。皆さんどうぞお付き合いください。鶴さんがただただテンションが高い映像を。いきますよ。このグルーヴ感ね、やばいですよね。もう暑い。すごく暑い。鳥肌立ってんのに暑い。汗かいてきました。なるほどね。皆さんがこの動画をおすすめしてくれる理由が始まって数秒で分かりましたよ。これはね、やばい。めちゃくちゃかっこいい。多分歌声分析コーナー始まってから5回はかっこいいって言っ
ってますよね。やっぱ楽曲のビート感がファンクとかジャズっぽいですね。すごくこう、もうなんか勝手に体動きますよね。ノリがすごすぎて。続きいきます。うん。あ、そろそろ歌い出す？そろそろでしょう。もう毎回恒例ですよね。歌い出す前に一回止めてから落ち着いて藤井さんの歌を聴くっていうね。楽しい。いきますよ。甘い。歌声が甘い。このグルービーなビート感に対して藤井さんの歌声はこうね、ふわっとした感じですよね。これがまた抜群に合いますよね。で、藤井さんの声はですね、肺の中の空間、胸腔共鳴、こちらの成分がメインの歌声かなっていうふうに思います。声の太さだったり、音の音圧、この辺をコントロールするポイントですね。わかりやすく言うと、肺の中の空間のことです。そこに対してため息のような息の音が混ざっているウィスパーボイス、このテクニックを使ってます。もう一回聞いてみましょう。ライ。こう徐々に声から息だけに変えているようなテクニックも使ってますね。いやー最高ですね。次いきますよ。やっぱりライブで歌ってる藤井さん最高にかっこいいですね。歌声にこう込めている感情が顔の表情からも伝わってくるというか、もう一回見てみましょう。もうない。ここもね、スパッと切るような感じがかっこいいですよね。次いきますよ。おい。かっこいい。さーい。ここのフェイクね。で、ここで口の奥を広げて声の出所を鼻っていうイメージで声を出してるんですよね。はー。こんな感じの声。もう一回聞いてみましょう。こういい意味で乾いたような質感の歌声ですよね。最高すぎる。次いきますよ。タラタタラタタラタみたいな感じで、タラタ音を切って、タラタ音を切ってみたいな、こういったフレージング連続で続いているようなポイントですよね。クッとこう音を切るからこそ、その次の音が強い音、アクセントに変わるんですよ。こうクッと音を止めたところがためになるっていうかね。もう一回その辺注目して聞いてみましょう。で、音自体にはパワーがあるんですけど、藤井さんはふわっと歌ってるから、かっこいい雰囲気と優しい雰囲気が融合したような魅力がですね、声から伝わってきますよね。で、藤井さん片手でこうやってピアノ弾いてるのに、片手はね、こう、見えない。こう腰に手を当ててるんですよね。こっちやった方がいいか。腰にこうやって手を当てて、こうやって弾いてるんですよね。この弾き方までかっこいいっていうね。最高か。次いきますよ。イエー。ここの声の雰囲気ものすごいですね。最初のイエー。ここの音は口と鼻の響きが中心のような声なんですよね。で、次のイエー。ここが胸中心なんですよ。イエー。普通だったらこうやって歌っちゃいますよね。でも、イエー。こうやって最初の音と最後の音の声の音色を変えて歌ってるこの繊細な歌声コントロール。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。めちゃくちゃ多彩ですよね。ほんといろんな声を使い分けて歌ってますよね。で、今気づいたんですけど、マイク、これは映像用ってことなんですかね。なんかテレビで使うガンマイクみたいなマイク使ってますよね。やっぱね、こう、僕もボイストレーナーなので、使ってるマイクとか目がいっちゃうんですけど、一般的なライブだと、ソフトクリームみたいな形をしたハンドマイク、これを使うのが一般的だと思うんですけど、今回はやっぱりそういうテレビ撮影とかするときに使うようなマイクを使ってますよね。ここちょっと気になりますね、僕。次いきますよ。
イエーイイエーイ。やっぱフェイクかっこいいな。そして藤井さんの歌声のノリがやばすぎますよね。やっぱりバンドとのセッション形式でのパフォーマンスっていう部分もあると思うんですけど、8月に入ってから藤井さんの歌声分析をした曲の中で一番ノリが歌に出てるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。今のイエーイイエーイ、ここのフレーズもやっぱり和風な雰囲気感じますよね。やっぱり一曲に一箇所は和風の雰囲気を感じれるポイント意識してそういうメロディー使ってんのかな、藤井さんは。なんかそんな気がしますね。次いきますよ。でここは鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらの響きを増やしています。鼻の中はですね、声の雰囲気を柔らかくしたり甘くしたりっていう風に声の音色のコントロールをするポイントなんですけど、あとは高い声を出す時に鼻に声を入れる感じで歌うと高い声出しやすくなります。鼻の音色注目してもう一回聞いてみましょう。なかなかみたいな、こんな感じですね。鼻に入れないとなかなか、こういう音色になります。だいぶ鼻に入れる入れないで声質変わりますよね。次いきますよ。これかっこいい。で最後まで先ほど言った鼻の音色をキープしたまま歌い切るっていう流れでしたね。次いきますよ。なるほどね。バックコーラスでメロディーを歌って藤井さんはフェイクなんだ。こういう長い時間藤井さんがフェイクしてるポイントも楽しみの一つです。僕もう一回聞いてみましょう。イエーイ。うわーすごいね。なんか僕が昔好きで聴いていたボーイストゥーメンとかマライア・キャリーとかで、もうちょっと昔の時代だとローリン・ヒルとか、なんかそういった世界的に有名な R&B 歌手みたいなフェイクを藤井さんやってますよね。で多分これアドリブなんですよ。フェイクってあまり最初から決めて歌わないというか、もうその時の気分で歌っちゃうっていうパターンが多いんですけど、だからおそらくなんですけど藤井さんのフェイクって全部アドリブなんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。今のポイント、先ほどから言っている鼻腔共鳴の響きがすごくわかりやすいです。鼻腔共鳴の響きを強くすると鼻声のニュアンスが歌声に乗るんですよね。ほんのちょっとだけ鼻声っぽい雰囲気出てます。もう一回聞いてみましょう。あなたの心の中みたいな感じのニュアンス出てますよね。鼻に声を多めに入れることによって声に個性的な雰囲気が出てくるんですよね。先ほども言った鼻声のニュアンスが乗るので、いやほんといろんな表現力を持ってますよね。次いきますよ。このコーラスの方々は藤井さんのライブのツアーとかで一緒に回ったりしてる方々なのかな。バックコーラスで参加されてるっていうことなので、ものすごく歌うまいと思うんですよね。こういう風にサポートミュージシャンだったりバックコーラスの方々ってものすごく音楽レベルが高いです。なんでかっていうと、楽器隊だったら楽譜を渡されて、はいじゃあやってみようができる人じゃないとサポートミュージシャンって務まらないんですよ。それが仕事なので。だからバックコーラスの方々も楽譜を渡されて音符を見てすぐ歌えるみたいな、そういったレベルじゃないとバックコーラスとかサポートでの仕事ってできないんですよね。だからめちゃくちゃうまいと思いますよ。次いきますよ。この辺のフレーズがなんか祭りっぽいですね。あ、それで最初のピアノのペンタトニックスケールだったんですね。なるほどね。メロディーも基本は先ほど言ったペンタトニックスケールっていう和風の雰囲気を感じれる音階を使ってますね。一番日本の和っていう雰囲気のする楽曲かなっていうふうに思います。メロディーは和風だけど曲のジャンルはジャズだったりファンクっていうね、
おしゃれな日本みたいな、そんな感じの楽曲ですね。次いきますよ。いいね。この掛け合いかっこいいな。ごめんなさい。半分リアクションになっちゃいますね。かっこよすぎて。ごめんなさい。でもできるだけね、理性を保ちながら今歌声分析をしてるんですけど、いや、楽しいですね。次いきますよ。この動きもかっこいいですよね。藤井さんって何してもかっこいいですね。多分僕がやってもね、何面白い動きしてんだぐらいにしかならないんですよ。藤井さんだからね、かっこいいんですよね。で、今のところの声は鼻の響きを解除して、その分口の響きを増やしたんですよね。口腔共鳴。ラララララララみたいな、こういった感じの声の響きだったと思います。もう一回聞いてみましょう。あれもこれもがみたいな。で、口が大きく開く言葉に関しては、喉の奥をはっていう風に広げて発声してます。声を出してます。誰も彼もがみたいな、こんな感じかな。次いきますよ。一切な。ここのフレーズ難しいね。で、やっぱり高い声は藤井さんも鼻に声を入れて歌ってますね。鼻に声を入れることによって音程もコントロールしやすくなるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。やることなすことすべてかっこいいですね。もう結構汗だくです。本当にこれ冗談抜きで、もうこの辺とかちょっとね、汗ばんで気持ち悪い感じになってますけど。いやー最高だ。次いきますよ。やっぱこうやってますよね。フェイクするとき。これで音の動きをイメージするんですよね。ないとか、こういう風にやる R&B 歌手めちゃくちゃ多いです。指の動き、ちょっとね、ごめんなさい、見えにくいですけど、確認しながらもう一回見てみましょう。いい。いや、これ歌声分析しなくていいっていうんだったら多分僕ね、ずっと黙って見てます。それぐらい魅力的な映像だなっていうふうに思います。ただね、何も言わないでずっと自分だけが楽しんで動画を見る動画を果たして誰が楽しんでくれるかっていう話なので、今ね、ギリギリ理性を保ってるような状態です。次いきますよ。ない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 かっこいい。ごめんなさい。もうさっきから同じことしか言ってないですね。これはリアクション動画かな。ライブはリアクション動画にするっていうのもありですね。次いきますよ。ここはなんかあれかな。ライブとかだとコール&レスポンスのポイントだったりするんですかね。なんかそういうのがしやすそうだなと思って。ライブ行ったことがある方、ぜひね、コメントで教えてくださいね。次いきますよ。そんな感じしますよね。みたいな。みたいな。そういう感じで、藤井さんとファンの方々でこう、盛り上がれそう。次いきますよ。急にビートが強くなりましたね。藤井さんの声もすごくアタックが強い感じに変化したかなっていうふうに思います。声を出すイメージを前方向にしたのかな。前方向にすると声って強くなって、後ろ方向にこうね、クイッと引くようなイメージで歌うと柔らかい声になるんですよね。1番はどちらかというと後ろに引くようなイメージの声で、2番でビートが強くなったタイミングで声の雰囲気も強くしたみたいな、そんな感じですかね。もう一回聞いてみましょう。やっぱそうですね。声を出す方向が前方向に変わった感じがします。で、子音も全体的に強くなりましたね。やっぱりここでこうインパクトを出していくみたいな感じなのかな。次いきますよ。
音域がこう低い音からぐーっと高い音まで使っているのにもかかわらず、声質が全く変化していないっていうところがすごいところで、カラオケとか行ったことがある方はわかると思うんですけど、やっぱ高い声って声が細くなるじゃないですか。で、低い音を出すときはこうーっていう風に声が太くなる。これが普通なんですけど、藤井さんは今のポイントでそれをやってないんですよね。低い声もこの声、高い声もこの声みたいな感じで歌ってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、全部同じ声ですよね。これはですね、声を出す方向のイメージを一定にキープすることによって、音域が変わっても声質を変えないっていうところにつなげてあげれるんですよね。先ほど言った高い声が細くなって低い声が太くなるっていうのは、高い声の時は出す方向が上に上がって、低い声は出す方向が下に下がるっていう現象がですね、無意識に行われるんですよ。これを意識的に音域が変わっても声を出す方向を同じ方向にキープしてあげることによって声質って統一できるんですね。次いきますよ。タッタダダダダダガダダダダダっていう風にこのタッタの音、ここがアクセントって言われる強い音になっていて、歌のフレーズにスピード感をプラスしているポイントなんですよね。こういうターみたいな感じのフレーズをシンコペーションって言うんです。音楽の専門用語。ミュージシャンの間だとシンコペーションのことをクーって言うんですよね。前のリズムをこう食ったような感じで入るっていう意味なんですけど、もう一回聞いてみましょう。さすがですね。コーラスの方々もさっき言ったシンコペーションのポイントに2人ともアクセントを置いて藤井さんの歌声に合わせてますもんね。いやー素晴らしい。次いきますよ。もうちょっと上がりそうでしたね。すっごい高い声まで行きましたね。でも先ほども言ったように声質変わってないんですよ。すごい基礎力。もう一回聞いてみましょう。すごい高い声ですね。ここは地声と裏声の中間の声、ミックスボイスを使ってると思うんですけど、でも結構声の張り感が強いので、地声でそのまま高い音を出したのかなとも思うんですよね。ごめんなさい。僕の中ではすごく判断に迷う素晴らしい歌声でした。僕だったら多分、っていう風に僕だったらミックスボイスでこうやって出しちゃうんですけど、ミックスボイスで出すと今みたいに高い音なんですけど楽に出してる雰囲気が出ちゃうんですよね。でも藤井さんの高音って叫んでるような感じで出していたじゃないですか。だからね、地声みたいな感じなんじゃないかなとも思うんですけど、でもかなり高い音域なので、そこがミックスボイスと地声で今なかなか判断がつかないポイントなんですよね。でもやっぱり地声かな。なんか地声じゃないとこの声の勢い出ないような気がしてきました。僕は地声だって推測します。これファイナルアンサーです。次いきますよ。待って、やばくないですか今のフェイク。いやー、皆さんがコメントでおっしゃっている通り、本当にジャズとか R&B を小さい頃から聞き込んでいたんですね。じゃないと日本人でこのフェイクは僕はできないような気がして、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごいですよ。ものすごい高い音域から低い音域までこう音が下ってくるフェイク。いやー、素晴らしすぎますね。次いきますよ。やばいね。前半はオクターブだったんですよ。コーラスの方々が多分男性の方だと思うんですけど、藤井さんが歌ってるメロディーに対して1オクターブ下の同じメロディー。1オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係を1オクターブって言うんですけど、で途中からハーモニーに変わってるんですよね。このメロディーの流れ、藤井さんねよく使うと思うんですけど、僕ねこれ大好きです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやー、すごすぎますね。圧巻の歌唱力、圧巻のパフォーマンスです。次いきますよ。
ここでね、また低音に行くんだ。わあ、もうほんと音域が行ったり来たりですね。いやー、多分声帯のケアとかも普段からしっかりしてるんでしょうね、藤井さんは。こういう風に幅広い音域を歌うって喉がやっぱり疲れやすかったりするんですよね。音域によって声帯の動きが変わるんですよ。声帯っていうのはこうね、2枚の筋肉のひだなんですけど、これがこうくっついて擦れることによって声の元、声帯原音っていう音が出て、それが胸腔だったり口腔、鼻腔に響くことによって音量がどんどん増幅してくるんです。これが声の仕組みなんですけど、で低い音っていうのは声帯がですね、幅広くくっついて振動している状態で、高い音っていうのが徐々にこう部分的にくっついて振動して声を出している状態で、裏声はもうこういう感じなんですけど、でちなみにミックスボイスっていうのはなんかこんな感じの人みたいな形の状態で振動している状態です。だから音域によって声帯がものすごくこう動くので、声帯の負担ってすごく大きいんですよね。それでもこうやって藤井さんは自由自在に歌ってるっていうのがものすごいところだなっていうふうに思うんですけど、やっぱり普段から部屋の湿度管理だったり、水分を多めに取るとか、ストレッチをしてから体の疲労を抜いてから寝るとか、なんかそういったケアっていうのがものすごく大事だなっていうふうにも思うので、多分ね、藤井さんそういうことしてんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いい。ここのフレーズがね、ものすごく好きですね、僕。なんか本当にタイトルの祭りをこう想像させるような音階。今の時期的にもすごく合うしね、祭りっていうタイトルが。いや、このタイミングで聴けてよかったな。しかもライブ。最高ですね。次いきますよ。いい。この切り替わりいいですね。バックコーラスの方々が祭り祭りって2人で歌ってるじゃないですか。でここまたオクターブなんですよね。男性が低い音域、女性が高い音域で、藤井さんの声になった瞬間に一気にこう藤井さんの声に注目が集まるような、そんな雰囲気ありますよね。このね、ググッと藤井さんの声に集中してしまう瞬間のこの空気がですね、めちゃくちゃかっこいいなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ほら。でしかも声の雰囲気がなんか内緒話をするような感じの声だったじゃないですか。だからなおさら耳が引きつけられるんですよね。この声の表現もライブならではかな。音源の方は多分また違う表現をしてるんですよね、藤井さんは。いや、バリエーションがすごいですよね。次いきますよ。さらっとした雰囲気もクールですよね。次いきますよ。苦しむことは何もないっていう風に歌ってますよね。普通だったら多分苦しむことは何もないこうなんですよ。でも何もない一瞬ちょっと高い音まで行ってまた元の音に戻るっていうこのフェイク、超高等技術ですよねこれ。いやー、みんな藤井さんの歌練習すればいいのにって思っちゃう。先日コメントで藤井さんのスキャットの部分をフルートで練習したっていうコメントをいただいたんですけど、確かに楽器の練習としても藤井さんのフェイクだったりスキャットってものすごい練習になりますよね。多分藤井さんのフェイクは楽器のフレーズをイメージして歌ってると思うんですよ、僕は。そうじゃないと説明がつかないフレージングとかも結構あるので、今までの経験を全て歌声に注ぎ込んでますよね。次いきますよ。なんか結構藤井さんピアノの方をこう指さしたりするタイミングがあると思うんですけど、ピアノの方とは親交が深いのかな。それとも僕がただ単純に勘違いして藤井さんがピアノの人をこうね指さしてるような仕草っていうふうに思ってるか、どうなんだろう。次いきますよ。今の裏声のポイントとかすごく R&B 感出てましたよね。おしゃれな音選びと、あと裏声の声の成分みたいな裏声なんだけど、ちょっと地声の成分を足して声の張り感を出してるような声。もう一回聞いてみましょう。かっこいいなんかここまでかっこいいってばっかり言ってると、
コメントで鶴さん今回の動画は何回かっこいいって言ってましたよとかいうコメントが来そうですね。それはそれで嬉しいんですけどね、ちゃんとねよく見てくれてるなっていう風な感じがして、次いきますよ。どこまで続くんだろうこのフェイク、超かっこいいですね。次いきますよ。こういう音選びがですね、最高にかっこいいんですよ。やっぱりフェイクって、ただ単純に音をうーっていう風に動かしてればいいっていうわけでもなくて、やっぱり出した瞬間にかっこいいっていう風に感じれる音ってあるんですよね。その音をですね、藤井さんって的確にチョイスして歌ってるんですよね。今のところもそうなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。とかめちゃくちゃかっこよくないですかこの音。やばいですよね。音選びも神なんですよ、藤井さんは。やっぱり小さい頃からいろんな曲を聴いているから、このジャンルのこのフレーズはかっこいいとか、そういう知識が山のようにあると思うんですよね。それらを自分でパズルのように組み立ててフェイクだったり歌のメロディーを作ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。最後のイエー、ここの声やばくないですか？もう一回聞いてみましょう。ほら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 。うわーイエーみたいな。僕ね、できないですけど、超かっこいい。で、またこの上昇度合いね。低いところからハイトーンまで一気に上り上げるこの歌声。半端ないです。次いきますよ。ここでね、ぐっと静かになって、このままエンディングなのかな？なんか時間的にも、今4分が過ぎたあたりなんですけど、終わりそうな雰囲気ですよね。聞いていきましょう。また盛り上がってきましたね。全然エンディングじゃなかったです。でもこのまま盛り上がったまま、最後まで行くのかな？聞いていきましょう。ほら。ここですね。今のところ、先ほど言ったシンコペーション、ターンってやつ。これがすごく分かりやすいポイントかなと思うので、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ここからね、歌詞が入ってくるわけか。みたいな。これがね、シンコペーションですね。個人的にはこのシンコペーションのリズム、僕ね、すごくかっこよくて好きです。じゃあ、歌詞の歌い始めからいきますね。もう終わりじゃないですか。急に静かになるんですね。この落差もたまらないですね。次いきますよ。なんとも言えない顔で藤井さん弾きますね。こうね、もうピアノの音にこう浸ってるかのような。本当に心の底から音楽楽しんでますよね。次いきますよ。うわいや、最高だな。ピアノの音色もかっこいいしね。やっぱり細かい音調整とかも藤井さんは自分でしてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、すごく美しい音色のピアノの音。ピアノっていうかキーボードですね。いやー、最高でした。以上、藤井風祭りタイニーデスクコンサート歌声分析はここで終了です。いや、まずはこの動画を見てくださった皆さん、大変申し訳ございません。めちゃくちゃ楽しんじゃった僕。歌声分析で動画始めたのにもう半分ぐらいリアクションでしたよね。ほんと申し訳ございません。皆さんがコメントでおすすめした通り、タイニーデスクコンサートの1曲目で祭り、最高にかっこいいですね。あと4曲あるのかな？これはね、次が楽しみですね。ただセットリスト通りに歌声分析動画を公開しようかは今ちょっと迷っていて、なんか皆さんが予想ができる動画公開順っていうのをちょっといたずら心じゃないですけど変えて公開しようかななんていうふうにも思ってるんですよね。ただ1曲1動画で動画公開はしていきますので、ぜひまた遊びに来ていただけたらなというふうに思います。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？
今回の動画はですね、藤井風ダーンタイニーデスクコンサートジャパン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ先日の日産スタジアムのライブのリアクション動画、お付き合いくださった皆様大変ありがとうございました。ただ僕が藤井さんのライブを楽しむっていう内容で皆さんをねお誘いしたような形の動画だったので、どういう風に思われるんだろうってね、不安な部分も結構あったんですけれどもね、皆様温かいコメントをたくさんいただけて僕はね本当に嬉しかったです。で藤井さんのライブ最高ですね。しかも YouTube で1ライブ丸々見れちゃうっていうのがねものすごいことですよね。ぜひまだ見てない方はですね、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひね鶴さんと一緒に見ていただけたらなというふうに思います。で藤井さんの歌声分析動画もですね15本ぐらい公開してるんですよね。でそれらをまとめた再生リストっていうのも作ってあります。こちらも概要欄に URL 貼っておきますので、他の動画も見てみたいっていうふうに思ってくださった方はですね、ぜひチェックよろしくお願いします。そして今回ダーン歌声分析したんですけど、藤井さんの自由度が素晴らしすぎる。もう本当にその時の感情でフレーズがポンって出てきたものを声に乗せて歌っているんだなっていうふうに思いましたし、何を言っても歌声じゃないんですけど、ライブ中の表情がね素敵すぎましたね。そういった感じでどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速藤井風ダーン歌声分析 GO！ やっぱりいい声ですよね。ララ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 ラみたいな感じの声の使い方ですよね。胸の胸腔共鳴で男らしいかっこいい雰囲気を作り出して、口の中の口腔共鳴で言葉一つ一つをクリアに聞かせるっていうね、この2つの声を響かせるポイントを中心に歌声作りしてると思います。あともう一つポイントがあって、藤井さんの声の出し方全体的に言えると思うんですけど、口の奥をですねちょっと広げるんですよね。みたいな、ちょっとだけあくびの状態の喉を作って声を出すっていうか、もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。まさかこんなにみたいな感じの声ですよね。こううっすらねジリジリっとしたような質感がねめちゃくちゃかっこいい声ですよね。次いきますよ。いいですね。この動きがね可愛いですよね。声の出し方的には先ほど説明したものをそのまま継続しているような感じですね。もう一回聞いてみましょう。強いて言うのであったら、全体的にしゃくりっていうテクニックが多めに使われていたポイントかなっていうふうに思います。しゃくりっていうのは目的の音に対してちょっと低めの音から入ってこうクイッとしゃくり上げるようなテクニックなんですけど、ララララララみたいな、こういった歌い方になってたなって思います。次いきますよ。おいララみたいな感じでね、また藤井さんのこの得意技ですよね。この細かいフレージング、フェイクとかをするときに藤井さんよくやってるテクニックなんですけど、こうフレーズの合間合間でもポンとこうね使ってること多いですよね。これがねかっこいいんですよ。もう一回聞いてみましょう。これララみたいになってますよね。いやーかっこいいですね。やっぱりね細かく分析すると藤井さんの歌声だったり使ってるテクニックが本当ね神なんですよね。次いきますよ。
なあのところはね、一緒に歌いたくなりますよね。で、やっぱり音量の大きいところと小さいところの振り幅がめちゃくちゃ激しいですよね、藤井さんの歌声っていうのは。歌声っていうか歌い方か。ここにね、どんどん引き込まれていくんですよ。さっきの一個前に聞いたところの高い音の声量と、で、今聞いたところの入りの声量。ここでね、だいぶ音量差があるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。まあ今この音源を聞いた感じだと、コンプレッサーっていう音量の大きさを均一化させる処理がされているので、あまりね分かりにくいかもしれないんですけど、高いところの声のパワー感と、その後の音域が下がったところの声のパワー感、ここがねだいぶ差があるんですよ。やっぱりこういうところでね、どんどんね耳が引きつけられていきますよね。次いきますよ。で、最初のダーンダーンのこの D の発音の子音がですね、ものすごく強く発音して歌ってると思います。で、子音の発音を強くすることによって、こうセクションが変わった入りの部分のインパクトを強くしてるのかなっていうふうに思います。セクションっていうのは A メロとか B メロとか、そういうシーンの切り替わりって言った方が分かりやすいですかね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。笑顔が爽やかですよね、相変わらず。どうやったらあんなにね、爽やかな笑顔で笑えるのか知りたいですね。次いきますよ。出た出た。来ましたね。フェイクがこうね、入ってきましたよ。これね、曲の終わりに向かうにつれて、どんどんフェイクが激しくなってくるのは藤井さんの歌声の楽しみの一つなんですよね、僕。もう一回フェイクも含めて聞いてみましょう。しかも、自分からこうマイクとの距離を作ってのフェイクを歌うことによって、バックコーラスの方々の歌声の方がメインみたいな声の距離感も作り出してるんですよ。こういうところすごいですよね。次いきますよ。一回止めますよ。裏声が美しすぎましたね。みたいな。ここの歌声でヘッドボイスっていう声の響きを使っています。言葉通りの声で頭を響かせた声なんですよね。このヘッドボイスの音色を使った歌声はですね、どんどん声がこうきらびやかに美しい雰囲気が出ていきます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。どうすりゃみたいな、すごく綺麗な裏声ですよね。で、この声の出し方のポイントとしてはですね、声のほとんどを鼻に入れるんですよね。この場合は裏声です。で、裏声は鼻に入れたら、その声をですね、後ろにこうクイッと引くような感じで出すと、東部共鳴の音色を作りやすいかなっていうふうに思いますので、気になる方ぜひやってみてください。次いきますよ。ほら、また出てきましたね。僕はもうフェイクマニアなので、ほんとこういうフレーズ出てくるとテンションが一気に上がっちゃいますね。ごめんなさい、小刻みに止めてしまって。フェイクポイントはね、ついつい反応してしまいますね。次いきますよ。いやーのこの2回目のはーになったところがすごくいい声ですよね。前半のはーと後半のはーの間にちっちゃいつが入ってるんですよね。このちっちゃいつが音楽上休符の役割をするので、その休符が入った後のはーの音がアクセント、強い音に変わるんですよ。で、その強い音のところをあえてこう優しい声で歌うことによって独特な雰囲気が出てるっていうね、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いやーみたいな。わあ、たまんないですね。次いきますよ。なるほどね。こ
ここでも藤井さんはマイクとちょっと距離を作って、藤井さんのフェイクの声の距離感を遠い感じにしてますよね。で、バックコーラスのお二人の声がメインメロディーみたいな感じの声の位置関係を作ってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほらほら。藤井さんの声がだいぶこうちっちゃい感じになってますよね。これね、マイクから離れて声の雰囲気を作り出してるんですよね。メインで歌うポイントとちょっと一歩引いてるポイントのこの2つの声の雰囲気を作ってるっていうね。ライブならではって感じですね。次いきますよ。かわいいね、この動き。ひよこちゃんかな。ララララみたいな口をこう横に広げることによってちょっとね怯えてるような声を作ったのかなっていうふうに思います。その前半は口をあまり開かずにこう無機質な感じの声質を表現してますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いやこの声のバリエーションやっぱりすごいですよね。ライブだからその時の感情で出てきた声をチョイスしてるっていうところもあると思うんですよ。とっさにこれが出てくるっていうところがねものすごいですよね。次いきますよ。みたいな感じで最後いきましたよね。いや本当にいい意味で自由に歌いますよね。もう自由の風って感じですね。今うまいこと言ったと思いますよ僕。次いきますよ。うい、あ、いいね。追っかけのねコーラスのお二人の方向ね手でこう歌うよみたいな、こういうところいいですね。でここの藤井さんの声すごく力強い感じの声になりましたよね。ここどういう風に声の出し方が変わったかっていうと、胸の響きを強くしたんですよね。それと声を出す方向のイメージを前の方に持ってきた。この2つを使うことによって今の力強い声を表現しています。もう一回聞いてみましょう。いやかっこいい。素晴らしいですね。ラーララララみたいな感じの声ですよね。なんか最近藤井さんの声の特徴をつかめてきた気がします僕。気のせいかな。なんか歌ってて今のちょっと藤井さんっぽいって思える瞬間がね前より増えてきたかなっていうふうに思うんですけど。次いきますよ。いいね。イエーイって言いましたね。最後かっこいい。で今のところ一気にまた音域が下がったじゃないですか。ここで藤井さんはまた声を出す方法を変えていて、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらの響きをメインで声を出しています。鼻の鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールだったり高い声を出す時に必要なポイントなんですけど、ここで藤井さんはどういう役割で使ったかっていうと、低い音の声をクリアに聞かせるために鼻に声を入れたんですよね。これどういうことかっていうと、低い声って普通に歌ってしまうとモコモコする、要はこもって聞こえちゃうんです。歌詞が聞き取りにくくなるっていうか、そうさせないために鼻の中に声を入れたんですよね。鼻に声を入れるとキンキンした音色の声が出てくるんです。モコモコした声とキンキンした声を混ぜることによって通りのいい声を作り出してるんですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後の「へい」がやっぱかっこいいな。最初の「別に」ってところかな。別にみたいな感じで鼻に声入れてるんですよね。歌詞間違ったらごめんなさい。ちょっと自信なくなってきちゃった。じゃあ次いきますよ。今ちょっとごめんなさい。声裏返っちゃいましたね。一動画一箇所は必ず僕ね声裏返ってるところがあるんで、皆様にとってはあまりねこう珍しいことではないとは思うんですけど、毎回僕としてはちょっと恥ずかしいんですけどね。
で、今のサビのポイント、藤井さん笑顔で歌っているんですけど、声全体がですね、すごく明るくなってますよね。顔の表情の音色が声にしっかりと乗っているんですよ。顔の表情っていうのは声にすごく影響を与えるポイントで、明るい顔で歌うと明るい声になりますし、暗い顔で歌うと暗い声になるんですけど、気になった方はカラオケでね、ぜひやってみてください。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。好きにあたりからの声がすごく明るくて、耳にこうね、優しい声ですよね。次いきますよ。いいね。で、今のところは今度無表情で歌ってるんですよね。無表情で歌って、こう無感情な声で前半歌って、でまた後半の最後の最後でちょっとにって笑うんですよね。なんか普段こう無表情な子が急に笑うとキュンとするみたいな、そういったポイントかなっていうふうに思います。僕だけかなこれ。もう一回見てみましょう。で、最後の優しいフェイクね、たまらないですよね。次いきますよ。やっぱこの裏声が綺麗すぎる。どうすりゃみたいな感じで、裏声に行ってからまた地声に切り替えてるんですけど、この切り替えのポイントもすごく綺麗だしね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。どうすりゃこんな感じ。でもね、僕こんな綺麗にできないな。さすがですよね。次いきますよ。やっぱこの音のアップダウンがすごい激しいのが藤井さんの曲だったり歌の素晴らしいところであり、そして難易度がめちゃくちゃ高いところだと思うんですよね。一般的な楽曲っていうのは割と各セクションごとに同じ音域をこう割とねキープするみたいな傾向があるんですけど、でサビになったら急に高くなるとか、これがまあ普通のっていうか最近の曲の流行りだと僕は思っていて、でも藤井さんの楽曲って A メロであろうが B メロであろうがサビであろうが、もう音がねこんな感じになる曲がすごく多くて、ここが僕個人的にすごく聴き入っちゃうポイントなんですよね。すごくね真新しい雰囲気がして、そういう風に感じてる人もいるんじゃないかなっていう風に僕はね思うんですけど、ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。あ、いい。これまたすごいですね。ラーのところ最初こうみたいな感じであーっていう風に最初声出てないんですよね。ここがねすごい、こんな声の使い方する人初めてです僕。もう一回聞いてみましょう。でここからフェイクに行くわけね。いやー楽しいですね。じゃあねフェイク聞いていきますよ。てか今気づいたんですけど、藤井さんって歌ってないところがものすごく少ないですよね。 A メロ B メロサビはもちろん歌ってるじゃないですか。でも感想は感想でずっとフェイクしてるじゃないですか。歌ってないのイントロぐらいなんじゃないですかね。もうずっと歌ってるから、これすごいですよね。次いきますよ。いい。こういう感じね。バックコーラスの人がこうディレイ感を出してるんですね。ディレイってこう山彦みたいな感じのラハハハみたいな。カラオケでいうエコー、あれですね。どうしたどうしたどうしたみたいな感じでディレイをこう表現してるのかなっていうふうに思ったんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら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 、山彦な感じですよね。で藤井さんの声は全体的に曲の雰囲気に合わせたと思うんですけど、ウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使ってこう囁いている感じを出してますよね。声の音量の大小だったり力強さの大小の差がものすごくあるんですよ。
ここが素晴らしいですね。やっぱこういった部分に人の耳って引きつけられるというふうに僕は思っているので、最高ですね。次いきますよ。いいな、このどうしたのところ僕好きですね、ここ。で、今のところの藤井さんはすごく悲しい表情で歌ってるんですよね。で、そこにウィスパーボイスをまた使ってるんですけど、この組み合わせでなんかこうね、泣き出してしまいそうな感情を僕は感じます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。素晴らしい表現力ですよね。次いきますよ。いいね。で、ここで音域が上がることによって、悲しげな声質なんですけど、やっぱパワーが上がることによって、ちょっと前向きになれたのかなっていう風に聞こえますよね。もう一回聞いてみましょう。こうやってるしね。いやー、いいですね。次いきますよ。やばいですよね。ララララララみたいにこう囁くようなところから、うわっとこうね、大きい音量まで声を持っていくっていう、このダイナミクス、素晴らしいですね。ダイナミクスって音量差のことです。しかも、めちゃくちゃハイトーンの声を使ってますよね。ここでミックスボイスっていう声を使ってます。地声と裏声の中間の声です。声の出し方的には、鼻にいっぱい声を入れて、後ろに引くようなイメージで出すんですよね。そうすると、ミックスボイスが出しやすいかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ここがやっぱすごいな。ここで1オクターブ上がるんですよね。ドレミファソラシドの下のドと上のド、音関係を1オクターブって言うんですけど、ララララララからラララぐらいまで音が上がるんですよね。で、この音が上がった分、声が強くなっているかなっていう感じなんですけど、この音幅を瞬間的に歌える藤井さんの歌の基礎力が素晴らしいです。次いきますよ。すごいね。もう本当にものすごいフェイクが入ってきてます。で、ジャズで使うような音階も多用してるんですよね。藤井さんの今のフェイク。だからすごいおしゃれなんですよ。もう一回聞いてみましょう。もうね、体が勝手に揺れちゃう。すごすぎて体が勝手に揺れちゃいます。いやー、素晴らしいなー。このフレージングが最高ですよね。すごくおしゃれで。で、アドリブで歌っているから、同じフェイクをもう一回アドリブでやってって言われたら多分ね、難しいと思うんですけど、でも瞬間的に出てきたこの音の流れと感情がですね、すごく心地いいです。続きいきますよ。そうですよね。藤井さんの曲の最後の大サビは R&B な感じのアレンジになるんですもんね。ボーカルアレンジが。これがね、僕がね、ハマった最大の理由なんですよね。僕 R&B 大好きなんで。で、多分藤井さんのフェイクを練習してる方ってものすごく多いと思うんですよね。日本でここまで難しくてかっこいいフェイクをしてるボーカリストっていないので、どんどん藤井さんのフェイクを僕はね、練習してほしいっていうふうに思ってます。続きいきますよ。なるほどね。ここでコーラスが消えるから、またね、やっぱ寂しい気持ちになる感じ。でもこれが次に何が来るんだろうっていう、こう期待感になりますよね。やっぱりコーラスがあるとないとじゃ全然曲の盛り上がり感違いますね。改めてそう思いました。やっぱコーラスって大事ですね、楽曲にとって。続きいきますよ。
もう毎回言ってるかもしれないですけど、もう何も言えねえってなりますよね。すごすぎて。いや、でも僕もフェイクをすごい練習していたり、ハマっていた時は、なんかこうやりたい気持ちわかるんですよね。もうフェイクができそうなところはもう全部フェイクを入れたくなるみたいな。どう聞こえるかとかじゃなくて、楽しいんですよ。フェイクをするのが。歌っていてね。もしかすると藤井さんもそういった気持ちでフェイク歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次いきますよ。あ、もうエンディングなんですね。そっか、時間的にもそうですよね。なんかそのね、エンディングっていう雰囲気を感じ取った瞬間のこの寂しい気持ち、わかりますか皆さん。皆さんならね、分かっていただけると思うんですけど、なんか藤井さんの楽曲って、エンディングっていう雰囲気を感じさせてくれる瞬間があると思うんですよね。曲の終わりのポイントで。そうなった時に、ああ、もう終わっちゃうのかっていうね、こう寂しい気持ちになるって分かりますか皆さん。今ね、ちょうどそういう気持ちになった瞬間でした。続きいきますよ。あ、いいね。なんつって、すごい盛り上がってる感じがいいですね。で、やっぱりコーラスが入ってくると、盛り上がってる感じがしますよね。やっぱコーラスって大事なんですよ。僕ね、コーラスも大好きなので、もっとね、いろんな方にね、コーラスとかハーモニーとか聞いてほしいなって常日頃思ってます。実は。だから藤井さんの歌声ね、すごく大好きなんですけど、コーラスの方々がこう縁の下の力持ちで藤井さんの声をね、こう華やかにしてくれるっていうのもすごく素敵だなっていうふうに思ってます。次いきますよ。あなんか終盤すごく変な感じで止めちゃいましたね。ごめんなさい。ちょっとね、エンディングっていうかアウトロ聞いていきたいと思います。あ、へーねえかわいいね。こういうところに女性の方々はキュンキュン来てしまうんじゃないでしょうか。いやー、まあ今回もね、最高でしたね。以上、藤井風ダーンタイニーデスクコンサートジャパンバージョン歌声分析はここで終了です。いやー、今回も素晴らしかったですね。やっぱりバンドの藤井さんの歌声大好きですね。なんかこうすごく自由に歌ってる感じがもう見ていて素敵だなっていうふうに思うし、やっぱり歌もライブならではなんじゃないかなっていう歌手もねたくさんあって、本当素晴らしいなっていうふうに思いました。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風ガーデンタイニーデスクコンサートジャパン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということで、もう第何弾なのかわかんないですね。もう第10弾以上いってると思うんですけど、今回はねガーデンということで、僕も初見にしてライブの歌声を聞いていくっていうかなりハードルが高いような気もするんですけど、もうすでに歌声分析はね撮影が終わっております。毎回ねオープニングトークは一番最後に撮影をしますので、そういう流れになってるんですけど、そして今回も歌声分析をしたんですけど、いやもうたった一言すごい、これにつきますね。歌の表現がすごいっていうのはもう毎回藤井さんの歌声分析動画で言ってるんですけど、今回はねそれ以上に歌声から伝わる感情、ここがものすごかったですね。もう最初のイントロから最後の最後まで僕は感動しっぱなしでした。そんな感じでですね、どこよりも丁寧にそして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして藤井風歌声分析動画強化月間に伴い、今まで公開した藤井さんの歌声分析動画をまとめた再生リストというものを作っております。今回の動画を見て他の動画も見てみたいなっていうふうに思ってくださった方はですね、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひそちらからチェックよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。
今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風ガーデンタイニーデスクコンサートジャパン歌声分析 GO！ わー、綺麗な音。うわもう最初からやばいですね。ものすごく美しい音色のキーボードの音と藤井さんの笑顔が素敵すぎますね。あんなに綺麗な笑顔見たことないっていうぐらい素敵だと思います。いい。素敵ですね。もう最初のピアノの音で僕はね、ちょっとうるうるきてます。藤井さんの奏でるピアノの音色だったり歌声ってもう心に直接語りかけるようなそういった魅力ありますよね。いい。あはは。最高ですね。今回も最高ですよ。で、この声はですね、口の中の口腔共鳴、ここがメインの歌声かなっていうふうに思います。口の中の空間は言葉のニュアンスだったり、大きさによっては声量のコントロール、そういったことをするポイントなんですけど、今のフレーズ、音域的には中低音って言われる音域だと思うんですけど、男性だったら日常会話で話すぐらいの音域なんですよね。で、口腔共鳴の響きっていうのも普段会話で使う響きなんですよ。だから本当にここのポイントは語りかけるように歌ってるようなポイントだと思います。すごくね、こう心がこもってる歌声って感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。鳥が春を告げて私は恋をして鳥が春を告げてこんな感じかな。うっすらウィスパーボイスも入ってますよね。私は恋をしてここで笑顔で歌ってるじゃないですか。顔の表情を笑顔にすることによって声の雰囲気も明るく温かくなりますよね。で、歌詞が私は恋をしてこの恋をした出来事を嬉しく思ってるっていう風な感情が伝わってきますよね。いやー素晴らしい。次いきますよ。素敵な温度だけ触れさせてあ、いい。触れさせてこの肌でここの部分はキーボードとのユニゾンのポイントですよね。歌のメロディーと同じフレーズをキーボードも弾いているっていうポイントで、しかもここのポイントすごいのがピアノがスタッカートなんですよね。一つ一つの音を切るような感じで弾いてます。そこに対して歌もスタッカートで合わせてるんですよね。やっぱね、こういうテクニック的なところも超一流ですよね、藤井さんは。もう一回聞いてみましょう。きますよ。ほら。ごめんなさい、ちょっと説明間違ってましたね。触れさせて、ここの部分だけでした、スタッカート。で、その後は、このままでっていう風に一つ一つの音を逆につなげるような感じで歌っていましたね。ピアノがスタッカートだったので、そっちの雰囲気に引っ張られてしまって、歌もスタッカートだと勘違いしました。すいません。次いきますよ。いいね。私は目を閉じて。ここの部分で笑顔で表現してますよね。その前まではちょっとシュンとしたような感情だったけど、目を閉じて優しい気持ちになれた。そういった風に聞こえますよね。今回はテクニックよりもそういった声に込められた感情、こちらがすごく伝わってきますね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、すごいいいですよね。もうこの2つのフレーズだけでストーリーが出来上がってるんですよね。この歌い方が藤井さんの歌声を聞いてすごく感動する理由の一つだと思います。次いきますよ。優しい。で、ここのポイントは優しい雰囲気プラスちょっと声の質感が軽くなりましたよね。
で、口腔共鳴中心っていう声質の作り方は変わってないんですけど、口の中の空間をちょっと狭くしました。そうすることによって口の中の振動が減って、声の太さをコントロールする胸腔共鳴の響きも減ったんですよね、自然と。もう一回聞いてみましょう。綺麗な時間だけ追いかけて尽きるまで。追いかけて尽きるまで。ここですね。声がいい意味で軽くなって、そして優しく温かい歌声。いやー、いいですね。次いきますよ。花は咲いてばかり、ここもユニゾンポイントですよね。で、今さすがだなって思ったんですけど、藤井さんとマイクの距離がこのぐらいなんですよね。口とマイクの距離はこのぐらい。で、バックコーラスをされている男性の方がかなりマイクと距離が空いてるんですよ。で、マイクから離れれば離れるほど声が聞こえる雰囲気も遠くなるんですよね。このマイクとの距離感でメインボーカルとコーラスの声の距離感、主役感っていうか、その辺を表現してるんですよね。藤井さんのメインの声にそっと花を添えるような形でバックコーラスの方の歌声が存在しているというか。で、この距離感がですね、歌声のこの広がってる雰囲気を作り出している最高のポイント。もう一回聞いてみましょう。花は咲いてばかり、あなたに心奪われ。心地いいですよね。メロディーもすごくおしゃれで綺麗なメロディーだし、最高です。次いきますよ。うわ、ちょっと目頭が熱くなってきました。藤井さんのスローバラードで泣かない人なんているんですかね。全部感動しちゃう。もう一回聞きましょう。なんかここで歌のテクニックとかそういった解説をするのがすごい野暮なように思えてきたんですけど、でも歌声分析なのでね、皆さんにお話ししていきたいと思います。声自体はすごく優しいんですけど、子音をちょっとだけ強めに発音してるんですよね。そのちょっとだけ強めに発音した子音が、ここがサビかな。サビのちょっと盛り上がった雰囲気を作り上げてるんですよ。本当によく聞かないとわからないぐらいの変化なんですけど、そういった細かい表現の仕方の変化で楽曲全体の雰囲気をこう変えるっていう藤井さんの凄さ、最高です。次いきますよ。で、ここで女性の方がオクターブ上で歌って、また声の広がりが出てきましたよね。どんどんこう盛り上がってる感じがしてきたというか。もう一回聞いてみましょう。で、藤井さんがちょっとメロディーを崩して違うメロディーを歌うっていうね、かっこいいね。次いきますよ。もうごめんなさい、今日はちょっと我慢できないかもしれないですね。今の藤井さんのフェイクのところで一気に目が熱くなってしまいました。もう一回聞いてみましょう。すごいね。ここの声がね、すごく切ないんですよね。本当に細かく感情表現をしますよね、藤井さんって。感情表現をする代表的な例っていうか、多くの人はこのパターンで心を込めて歌うと思うんですけど、フレーズごとの単位で感情を込めて歌う方がほとんどだと思うんですよ。例えば、ララ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 ラ、ここで一つ。で、次のララ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 ラってまた一つの感情。ララ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 ラで一つ。ララ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 ラで一つ。トータル4つの感情を込めるっていうパターンが多いっていうかほとんどだと思うんですけど、藤井さんはですね、もっと細かいんですよね。例えば、ララ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 ラとか、
ワンフレーズの中に3つぐらい感情が入ってるんですよ。でもこの藤井さんの感情表現の仕方っていうのは会話では当たり前ですよね。例えば今日嬉しいことがあってさみたいな、一番こう気持ちが乗る部分は声が大きくなって声が明るくなって、でもこれ最初から今日嬉しいことがあってさって言うと本当にってなるじゃないですか。多分藤井さんの歌声を聞いて感動する理由って僕ここだと思うんですよね。最大の理由が会話をするように歌ってるんですよ。だから藤井さんの歌って世界中から愛されてるんじゃないかなっていうふうに思います。だからものすごいテクニックも藤井さんにとっては感情を表現するための手段の一つなんですよね。ここがすごい。すいません、ちょっと熱く語りすぎちゃいました。次いきますよ。うわほんと歌ってる姿がすごく嬉しそうですもんね、藤井さん。もうずっと感動しちゃってる僕。イントロからずっと。もう一回聞いてみましょう。で、バンドが入ってきてから今度はリズムのアクセントを1番よりも強めにつけていますよね。このアクセントを強めにつけることによってバンド全体でのノリ、グルーブっていうものが出てくるんです。やっぱりこの辺もさすがですよね。バンドが入っていない時の歌い方、そしてバンドが入った時の歌い方でしっかりと分けて歌ってます。次いきますよ。で、ここは藤井さんはキーボードを弾いていないんですけど、ギターの方とタタタタタン、タタタタタンのところがユニゾンです。同じメロディーをギターの方は弾いて、藤井さんは歌っているポイント。もう一回聞いてみましょう。で、バックのみたいなコーラスもすごくいいですよね。いやー、最高です。次いきますよ。あ、転調。いいね。素晴らしい。あ、ダメだ。もうダメですね。ごめんなさい。絶対藤井さんのバラードで泣かない人はいないって僕は思います。もう本当に感動しますもん。もう一回聞かせてください。もう説明なんかいらないですよね、藤井さんの歌声って言ってしまうとこの動画の趣旨がなくなってしまうので、できるだけ解説したいんですけど、もう感動しちゃって僕の気持ち的な部分が先走っちゃってるんですよね。もっと藤井さんの素晴らしい声について説明したいんですけど、やっぱりね、この感情的な部分の説明になっちゃってますね。ごめんなさい。次いきますよ。今気づいちゃったんですけど、1番は口の口腔共鳴が中心だったじゃないですか。2番は鼻を使った声に変わってますね。ララ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 みたいな。ちょっと声の雰囲気が全体的に甘いニュアンスが出てるというか、もう一回聞いてみましょう。やっぱそうですね。鼻を使ってますね。優しすぎるほど優しい声。次いきますよ。ここはバックのコーラスが入ってこないんですね。なんかコーラスが入っていないとちょっと寂しい感じもしますよね。で、多分この後コーラスが入ってきて一気に華やかになると思うんですよ。次聞いてみましょう。ほらほら。やっぱりコーラス入ってきましたよね。やっぱり藤井さんの楽曲って次どうなるんだろう、こうなるのかな、ああなるのかなっていう風に想像力がかき立てられるんですよね。早く次のストーリーが知りたいみたいな、そんな気持ちになりませんか？僕ね、もうずっとそういう感じで聴いてる藤井さんの曲は。もう一回聴いてみましょう。この動きもかっこいいしね、パントマイムみたいでしたね。いやー、いいなー。次いきますよ。
もうね、ダメですね。感動しすぎちゃって、なんでこんなに素晴らしいんですかね、藤井さんの歌は。なんか辛いことがあっても藤井さんの曲だったり歌声を聞くと、なんか慰めてもらってるような気持ちになりますよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり歌声が持つ藤井さんの魅力が素晴らしすぎるんでしょうね。次いきますよ。なんか今のところはすごくアメリカンな感じがしましたよね。フレーズの使い方が。歌詞は日本語なんだけど、アメリカン R&B みたいな、そんな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。こういうとこ、こういうとこ。そうそう。今のその、果てるまでのここの歌い回しとか、すごくアメリカンな感じがしました。超かっこいい。次いきますよ。うわ。ちょっと落ち込んだような感情表現なのかな。声の雰囲気もすごく悲しそうな雰囲気になってますよね。ここでやっぱり藤井さんの顔の表情もちょっと落ち込んだような、ララ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 ラみたいな、こんな感じで歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。季節に身を任せ。ちょっとでもニコッとしてますね。わあ、この声不思議だな。顔の表情がちょっと笑ってるのに悲しい感情が伝わってくるっていうか、普通この口角が上がるとこういう風に明るい声の響きになるんですよね。でも藤井さんの今のところは口角を上げてるのに明るい響きがそこまで目立ってないんですよ。季節に身を任せみたいな。わあ、これほんと不思議です、僕。僕がこの声を再現しようとすると、声の響きを胸に下げます。そうすると、口の中の影響が少なくなるので、その分明るい響きは出にくくなるかなっていうふうに思うんですけど、そういうことかな。ごめんなさい。もう一回だけ聞かせてください。ごめんなさい。歌詞間違ってましたね。季節に身を置いて。こんな感じですね。でも口をこれでニコってするんです。で、胸の響きをキープしたまま、季節に身を置いて。ってやると多分藤井さんの声に近いようなニュアンス出てると思うんですよね。多分こういうことだと思います。これね、ごめんなさい。今回ここの部分推測です。ものすごく推測要素の多い解説なので、自信はないんですけど、僕の中ではこれが正解に近いんじゃないかなって思います。次いきますよ。最後のこの伴奏の音がすごく切ないですね。で、どんどんメロディーの節回しが、藤井さん節が出てきましたよね。こう難しい音をチョイスして歌っていくっていうね。もう一回聞いてみましょう。受け入れて。ここの音がちょっと低めで取ってるんですよ。これね、ブルーノートって言います。ジャズでよく使われる音階なんですけど、あえてちょっと低めの音を狙って、スリリングな雰囲気を表現するっていう音。やっぱりところどころ入ってくるこのね、ジャズ的な音、たまらないですよね。かっこいい。次いきますよ。やっぱりミュージックビデオの音源もすごく素敵ですけど、ライブの藤井さんの歌声は別格ですね。本当に生きてる感じがするっていうか。次いきますよ。解き放て。ここで一気に声が強くなってますよね。ここで胸と口中心の声で、なおかつ声を出す方向のイメージを前方向にしたんですね。声を出すイメージを前方向にすると力強い声が出ます。それとは逆に後ろ方向に出すイメージで歌うと柔らかい声になります。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。
解き放てっていう風に強い声になってますよね。ここのワンポイントだけ声の出し方を変えてるんですね。次いきますよ。うわっ、なるほどね。ここで一気に爆発したかのような盛り上がりがやってくるんだ。なんか曲の表現的にはなんかゴスペルっぽいですね。音量のダイナミクスで感情を表現する。ダイナミクスっていうのは音量差のことを言っているんですけど、すごく優しく歌っていて、で声でちょっと盛り上げて一気に盛り上げるっていう、この流れ最高ですね。もう一回聞いてみましょう。なんかフェイク合戦みたいになってますよね。藤井さんもフェイクをして、バックコーラスの方もフェイクをして、やっぱりゴスペルですね。ゴスペルこういう表現あるんですよね。あと R&B もあるか。もういろんなフェイクがこう折り重なるような感じの表現方法。これがね、またかっこいいんですよね。次いきますよ。ほらほらほら。やばいね。本領発揮です。藤井さんのフェイクの本領発揮です。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね、フレーズ的に僕はちょっと今難しすぎて理解ができなかったので、確認のために。えいやばいね。体がのけぞっちゃったよ。すごすぎて。で、女性の方もフェイクをやってるかと思ったら、フェイクじゃなかったですね。のこのフレーズを繰り返すっていう形でしたね。これはね、僕ね、ごめんなさい。フェイクだと勘違いしていました。この後もすごいフェイクやってくんのかな。いきますよ。あ、うわ、ここが大サビなのかな。すごい力強い地声で歌ってますよね、藤井さん。ここも胸と口を中心に声作りをして、なおかつ前に飛ばすイメージで出してる歌声です。いやー、かっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりアレンジ的にはゴスペルを意識した感じなのかな。藤井さんも強い声、バックコーラスの女性の方も強い声っていう風に、もう歌声でこうどんどん盛り上げていく感じですよね。魂の叫びみたいなね。めちゃくちゃかっこいいです。次いきますよ。えいたくてみたいな。来ましたね。もうずっとこういう感じですよね。もう本当にかっこいい。なんか前に違う動画で僕の好きなアーティストを紹介したんですけど、ボーイストゥーメンっていうコーラスグループ。僕はこの人たちのフェイクがすごく好きでずっと聞いていたんですけど、藤井さんのフェイクがね、なんかボーイストゥーメンのフェイクみたいなんですよね。もしボーイストゥーメン気になる方は、Pass You Byっていう曲を聴いてみてください。YouTube でも聴けると思うので、Boys to Men Pass You By で検索すると一発で出てきます。後半になればなるほど、ものすごいフェイクを繰り広げているっていう楽曲なんですけど、もうね、かなり古い曲なので、この動画を見てる方でね、Boys to Men の Pass You By 知ってる方、もしかしたらいないかもしれないんですけど、僕のおすすめ曲の一つなので、で、多分藤井さんの楽曲だったり、歌声が好きだったら、気に入ってくださる方もいると思うんですよね。ぜひ聴いてみてください。次いきますよ。また中途半端なところで止めてしまいましたね。ごめんなさい。やっぱり最後は藤井さんの力強い歌声とコーラスの方々の力強い歌声で楽曲を盛り上げていくっていう感じですね。もう一回ちょっとサビの頭から聴いていきますね。かっこいい。もうフェイクバトルですよね。ここまで来ると超かっこいいです。日本でこのボーカルアレンジをしてるアーティストっていないと思うんですよね、僕は。僕が知ってる曲の中で1曲だけでもこういうアレンジをしてるグループがあって、Sing Like Talking っていう佐藤筑前さんがメインボーカルをやっていたグループなんですけど、
スピリット・オブ・ラブっていう曲がですね、後半に向かうにつれて、もうコーラスがどんどんこうゴスペルの感じになっていくっていうアレンジなんですよね。なんかそういった部分がちょっと近いかなって思って紹介しました。気になる方はぜひ Sing Like Talking Spirit of Love で調べてみてください。次いきますよ。やば。もう本当に体の底から出てきた音楽を声で表現してるっていう感じですよね。なんか本当に藤井さんの歌声を分析して解説するっていうのが野暮だなっていうふうに思ってしまいます。もう今月は藤井さんの楽曲の分析動画強化月間ということで、もうね10曲以上歌声分析動画公開してると思うんですけど、ここに来てねそういうふうに思ってしまいました。ライブで歌ってる藤井さんは最高ですね。次いきますよ。やば。どこまで伸びるんだろうこの声は。やっぱりねコメントで教えていただきましたけども、普段から藤井さんは健康面に対してものすごく気を使っているっていうことで、栄養面だったり体力面とかね、やっぱりそういう普段からの徹底していることがやっぱりねこの素晴らしい歌声につながってるんじゃないかっていうふうに思います。やっぱり歌い手にとっては有酸素運動を普段からすることによって使える息の量もどんどん増えてくるので、長いフレーズが歌えるようになってくるんですけど、毎日の小さな積み重ねがねこういう素晴らしい歌声につながってるんだなっていうふうに思うと感動しちゃいますね。次いきますよ。かっここれはやばいですね。もうすごすぎて笑っちゃいますけど、でやっぱりこれねコメントで教えていただいたんですけど、アドリブなんですよね。よくこの長い時間アドリブでフレーズをずっと歌っていられるなって思って、僕フェイクでアドリブする時ってやっぱり次のフレーズどういう風なアプローチいこうかなって考えながらやったりするんですよね。でもそれが長い時間続いてしまうとやっぱりネタが切れてしまう瞬間があるので、途中でちょっと一息つきたくなるんですけど、藤井さんはもう感情のままですよね。もう僕みたいにフレーズを考えて歌うなんて多分全然そんなこと考えてないと思うんですよ。自分が出して気持ちがいい音、それをこう点を線でつないでいくような作業なんだと思います。次いきますよ。あ、静かにやってね。あ、もう終わり？早くない？いやでもこんなもん？なんかめちゃくちゃ早かったんですけど。いやー、信じられないね。続きいきますよ。うわー、綺麗な裏声。でやっぱり同じ裏声でも顔の表情でものすごく声の表情も変えて歌うっていうところがね、僕藤井さんの歌で大好きなところの一つですね。例えば「ふー」って歌うのと「ふー」って歌うのと同じ声の出し方なんですけど、顔の表情で全然雰囲気変わるんですよね。ここにね人間味を感じるんですよ。いや本当に素晴らしい。次いきますよ。お茶目最後の最後にお茶目。こういうところも藤井さんらしいんですよね。最近少しだけ分かってきました。いやもう素晴らしすぎました。以上、藤井風ガーデン歌声分析はここで終了です。いや今回もお見苦しい姿を見せてしまいました。申し訳ございません。いや本当にね、もう今回は歌声分析をするっていうよりもやっぱり気持ち的なところがものすごく感じれたライブ、そして歌声だったかなっていうふうに思います。もう最初から最後までずっと感動しちゃって、で最後にこれじゃないですかもうなんか最後の最後でものすごく面白かったなって思って、こういう人間味のあふれる方だからこそやっぱりねこう応援したくなりますよね。僕も一人でも多くの方にですね、藤井さんの歌声の魅力、そして音楽の素晴らしさを伝えていけるように今後も動画公開していきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。